こんにちは、高弘です。今日はちょっと昔を振り返って僕がストリートフォトにのめり込んでいくきっかけとなった写真を紹介します。この写真は2018年に東京で撮った写真です。ここは東京都文京区の区役所です。この建物の上が無料の展望台になっていることで有名です。普通ここで写真撮るといえばこの展望台の上から撮る人がほとんど。僕もそれを目当てに行ったのですが、あまりいいのは撮れず、帰りに下のフロアに降りてきた時にふとこの壁に目が行きました。光と影が織りなす幾何学模様。それがとても綺麗で、見た瞬間、これはいけるって思いました。しばらく待って、ちょうど人が通った瞬間にシャッターを切りました。この写真をナショナルジオグラフィックが当時やっていた写真投稿サイト YourShot に出したところ、デイリーダズンに選ばれました。デイリーダズンというのはナショジオのエディターが投稿された写真の中から1日に12枚だけ選出するものです。何枚前という写真の中からたった12枚が選ばれる。しかも目の肥えたナショジオのエディターが選んだというお墨付きという大変名誉なものです。当時まだ写真歴が浅かったというか、まだ始めたばかりという状態の僕にはとても励みになる出来事でした。当然ナショジオということで選ばれる写真は海外の大自然を撮ったもの、オーロラとか野生動物とかそういった写真、いわゆるガチ中のガチっていうんですか、そういう本格的な写真が並んでいたんです。その中で僕のモノクロストリート写真が選ばれたというのも大きかったです。これをやっていこうと、この写真をもっと突き詰めていこうという自信になりました。2018年、僕がどれぐらいペイペイだったかを示すものがこの写真のデータに残っています。EXIF 情報を見ると、カメラはソニーの NEX7 です。中古で3万でした。そしてレンズは E19mmF2.8 とあります。これはシグマから出ている 1.6 万円の激安レンズです。カメラが3万、レンズが 1.6 万、合わせても 4.6 万です。こんなしょぼいレンズとカメラで撮ってたということからもどれだけペイペイだったかというのが分かってもらえるかと思います。写真を改めて見直すと、やっぱり解像感は少し甘いです。でも光と影のコントラストはしっかり出ていますし、構図も悪くないです。この人物の位置もほぼ完璧です。よく見ると手に持ったスマホを見ているんですね。それで頭の角度が少し下、うつむき加減になっており、そのおかげでちょうど頭が光のエリアに収まっています。多分これより 0.5 秒タイミングが早いと、ここの影のエリアと被ってしまっていたでしょう。逆に 0.5 秒遅くても同じです。そうなると写真のインパクトがかなり落ちてしまうはずです。そうなんです。この写真は結構シビアなタイミング、ここしかない瞬間を捉えた一枚で、これより少し早くても遅くてもダメなんですよね。見てる人にはそんな印象を与えないと思うので、あくまで撮影者視点での話ということになりますが、まだ写真歴が浅かった時からそういう技術、そしてそういう意識を持って写真を撮っていたということがわかります。それは今自分で見直してもびっくりするくらいです。普段僕が口を酸っぱくしていっていることですけど、背景と人物をしっかり分離するということ。試しに人物をちょっとだけずらしてみるとこんな感じ。拡大しているときはちゃんと人物と認識できています。でも引いてやると、ほら、だいぶ背景の影との境界が曖昧になりますよね。これがオリジナル。そしてこれがダメなパターン。このように人が小さく写る写真ほど背景との分離が大切です。このような写真を撮りたい人にはもう鉄の掟だと思ってください。そこに全神経を集中できるかどうかで写真の出来が決まります。で、写真の内容については、そんなに深いものはないです。ただ単純に光と影の綺麗な模様を撮る、人をうまく配置する。
言葉にしてしまうと途端につまんないものに感じてしまいますが、その完成度を高めるだけで人を感動させるものになり得ます。あえて自分でダメ出しするとするなら、この写真による表現ということが少し足らないかなと。なんて言うんでしょうか。うまく言えないですけど、写真自体が持つ奥行きみたいなのがないのが不満です。今回の動画で言いたかったことは3つです。1つは、僕が写真で大事にしていることで、それは光と影、そしてタイミングです。特にタイミングについては長々と喋りました。どこに人を配置するか、どこがベストか、それに全神経を集中して撮っています。きっちり構造を決めて撮るストリート写真では、そのほんのちょっとした差が明暗を分けます。言いたかったことのもう一つは、自分がまだ写真を撮り始めて間もない時期に信頼できる筋から認められたということがとても自信になったということです。皆さんもそうした SNS 以外の評価軸を持っておくことをお勧めします。SNS、X やインスタでいいねをたくさんもらうこともすごいことだと思います。でも今はアルゴリズムにうまく乗るかどうかで、そうしたいいねの数はいかようにも変わります。そんな時に何か一つでも変わらないもの、信じ続けられることができるもの、実績などがあれば、それが自分の行く先を照らす道しるべになるでしょう。もちろん過去の実績にとらわれすぎるのはよくありません。ただ何かあった時の心の拠り所みたいなものはあってもいいかなと。特に写真を始めたばかりの時は迷いやすいですからね。自分の写真がしょぼいって言われるってそんなにないことですけど、もしあったとしても、いやそれは俺に文句言わずにナショジオにいてってそう言えるのは強いんですよ。いや選んだのはナショジオですからナショジオに文句言ってくださいと。家庭の話ですけど、仮にそんなこと言われても返す刀があるっていうのは心強いです。1万のいいねよりも信頼できる筋からの評価を一つ。それは他人に見せびらかすためではなく、自分の核を持ち続けるのに役立ちます。言いたいことの最後の一つは、機材について。最初はカメラやレンズにそんなお金かけなくてもいいということです。今回の写真は3万の中古カメラと 1.6 万の激安レンズで撮りました。この分野、ストリート写真をやっていく上で、機材にお金をかける必要はそんなにないんだなということを認識できたのが大きかったです。今回の例はちょっと極端すぎですが、今ストリートフォトを始めるなら、カメラとレンズで10万から20万くらい、それぐらいで始めてみるといいでしょう。と言いつつ、僕はこのナショジオにフィーチャーされたことですっかり舞い上がってしまい、この1ヶ月後には18万もする単焦点レンズを買うことになります。すいません。かっこつけていいこと言いましたが、最後に変なオチがついてしまいました。少し話がぶれてしまいましたが、今回は久しぶりの作品解説でした。それではまた。